こんにちは。いや、こんばんはですかね。私は本作のゲームマスターです。以後、お見知りおきを。さて、では本題。私の仕事は、おしゃべりとカードで、あなたをこの世界に誘うことです。なので、私の声が聞きやすいよう、音を出してプレイしてもらえると、より楽しめるかなと思います。というか、音出しプレイが絶対おすすめ。なんですが、今のように字幕も表示されるので、音を出せない方は文字でお楽しみください。そろそろ準備はいいですか？では、始めましょう。ボイスオブカードの世界へようこそ。君は今から、ある物語の主人公として、冒険へ旅立つことになる。剣と魔法の世界で、人間にあだなす魔物を倒しながら、大いなる目的を果たすべく旅をするのだ。君がこの世界で活躍することを、心の底から期待せずにはいられない。私は君の冒険を眺めることしかできない傍観者だ。では、そろそろ冒険に出発してもらうとしよう。旅の無事を祈っている。その場所は洞窟だった。濡れた岩肌に囲まれ、いかにも化け物が出てきそうだ。どうやら洞窟には3人の冒険者がいるらしい。一人は裏若き乙女。いかにも育ちが良さそうな顔つきをしている。二人目はいかつい戦士。周囲に危険がないか神経を張り巡らせているようだ。三人目は老人。賢者のような風体で先の暗がりを凝視している。冒険者たちはこの洞窟に眠るという宝を捜索しているようだ。目の前に鉄製の扉がある。扉にはこれ見よがしに取っ手がついている。いかつい男が渾身の力で取っ手を押してみたが、扉はびくともしなかった。いかつい男は力任せに扉を蹴り飛ばした。すると扉はすっと横方向に開いた。どうやら引き戸だったようだ。暗がりの中から急に何者かが飛びかかってきた。この冒険者たちは歴戦の強者らしく、襲いかかる魔物たちを難なく退ける。三人の冒険者が宝箱に近寄ると、地鳴りのようなおぞましいうめき声が洞窟内に響き渡った。そのうめき声は、渡すものかと言っているようにも聞こえた。直後、周囲を警戒する三人の冒険者たちの前に、得体の知れない何かが出現した。若い女は魔物のむくろを避けるようにして前へ進み、宝箱の前に立つ。この中に宝が入っているに違いない。が、鍵がかけられている。若い女は宝箱に対して薬を使おうとした。しかし、それが無意味であることは自明だった。若い女は宝箱に関係なさそうな道具を取り出す。しかし、もちろん鍵は開かなかった。若い女の行動にしびれを切らした老人は、簡素な鍵を使って宝箱を開けた。宝箱の中には、何の変哲もない薬瓶のようなものが入っていた。ようやく取り戻せましたな、王家の宝を。老人がそう言うと、若い女といかつい男もうなずく。目的を果たした三人は、意気揚々と洞窟を後にした。ここは始まりの城。この王国を治める女王バニラが住まう場所だ。謁見の間は大勢の騎士、冒険者、賞金稼ぎたちでごった返していた。玉座の近くには白い服の冒険者たちの姿も見える。衛兵は群衆に告げた。静粛に女王陛下のおなりである。冒険者でざわつく広間は女王バニラの登場により一瞬で静まり返る。玉座についた女王は
群衆に向けて静かに口を開く。皆の者、我が出したドラゴン討伐の触れに応じ、よくぞ集結してくれた。現世に復活した悪しきドラゴンを探し出し、必ずや打ち倒してほしい。見事討伐を果たした者には、永遠の栄誉と莫大な賞金を与えよう。詰めかけた群衆は、女王に応えるかのように、城を揺るがすほどの時をあげた。白い服の冒険者たちは、自信ありげに、ドラゴン討伐は我々にお任せを、と嘘吹く。先頃は、王家の宝の奪還、ご苦労だったと、女王は謝意を述べる。あれを飲まないと、胃の調子が悪くてな。王家の宝とは、女王の常備薬だったようだ。それはさておき、ドラゴン討伐に白の教団が志願してくれるとは、なんと心強いことか。この3人は、民衆から絶大な支持を集める慈善団体、白の教団の一員だ。いかにも立派な人格者らしき白の教団の3人組こそ、この物語の主人公ではない。ドラゴンを倒せば賞金がっぽり。男は何を妄想したのか、口からよだれが垂れた。よだれ男の傍らに立っていた魔物のような謎の生物は、キューと鳴いた。ここで大切なお知らせがあります。この男が物語の主人公、つまり君の分身である。君はお金が大好きなしがない賞金稼ぎなのだ。しかも自分こそ勇者だと自称してはばからない面倒くさい感じの男である。ドラゴン討伐の志願者募集と聞き、金の匂いにつられて城にやってきたのだ。では正式にドラゴン討伐に志願する者はこちらへ来て署名を。君はなぜ署名と疑問を持ちつつも衛兵のもとへ向かうことにした。さあ進みましょう。もう署名は済んだのかと衛兵は言った。ドラゴンにおじけづいたのか、衛兵はふっと鼻で笑った。我ら白の教団こそが世界に平和をもたらすのだと白ずくめの男はやる気をみなぎらせている。隣の同僚に連れてこられたけどドラゴン討伐なんて聞いていないとブルブル震えている。男は君が連れている生物を見て魔物だと怯えている。ドラゴンってやっぱり強いんだろうなといった男の足は小刻みに震えている。ドラゴンを倒して賞金を得るのはこの俺様だと男は息巻いている。ドラゴンを倒すなら強い武器防具が必要だと男は教えてくれた。男は人々の話に耳を傾ければおのずと進むべき道はわかるだろうとそれらしいことを言った。白の教団の勇者様一行がドラゴン退治に赴くなら安心だと男は安堵の表情を浮かべている。白の教団の3人組が立っている。近寄りがたい雰囲気を醸し出しているが、君が彼らに尋ねると、我々は白の教団、世のため人のために尽力するのが教義である。我が教団の主な活動は、さまざまな薬を生産して世界中の人々を。3人組は聞いてもないことを語り始めた。君は話が長そうだなと察知し、足早にその場を立ち去ることにした。君は再び3人組に話しかけたが、何やら作戦を練っているのだろうか、もう取り合ってはくれなかった。女王バニラに話しかけようとすると、衛兵から厳しく制されてしまった。やはり一回の賞金稼ぎが安易に話せるほど、女王というのは身近な存在ではないようだ。署名するなら向かって左側に立っている衛兵にとのことだ。ではここに署名を。衛兵は紙とペンを君に差し出す。君は自分の名前を紙に書き込んだ。続けて衛兵はそっちの魔物もと君の横に立つ謎の生物を指さした。メルブール。君は謎の生物の名前も書き込んだ。
この生物の名前はメルブール。君の相棒として共に旅をしている。人間の言葉は話せないが、こちらの話す内容はそこそこ理解しているようだ。署名ご苦労。これでお前たちの墓を作れる。死んでからでは墓石に刻む名前を聞けないからな。衛兵はなぜかわははと笑っている。賞金は欲しい。でも死にたくはない。君は共に戦ってくれる仲間を探すことにした。女王バニラを仲間にはさすがに無謀すぎる。やめておこう。せいぜいドラゴンに殺されないように気をつけるんだな。と衛兵はそっけなく答えた。衛兵は死にたくなければ仲間を集めて戦力を補強しろと言っている。